はい、今回はグルムドの解説をしていきたいと思います。攻めはまず最初このバイクに向かってもらって、そのバイクで高速右側を向かっていく感じですね。なんでこっちに向かっていくかは言ってみればわかると思います。はい、向かうとこのように AFK している敵がいるので、まず最初にこの AFK している敵を殺していきましょう。これ怒られたら何も文句言えないので、怒らないでもらえると嬉しいです。その AFK の人たちを殺した後は A サイトに向かっていきましょう。A サイトに向かうときは、このコンテナの上か、もうちょっと手前から敵を狙っていくイメージですね。A サイト取ってるときは、だいたいこのコンテナ周りに敵が来るので、このコンテナ周りの主導権ですね、を取ることを意識しながら、基本的には戦っていきましょう。はい、A サイトがなかなか取れないときは、だいたいここの中、先に敵が持ってるんで、どうやって対処していくかがキーになってくると思います。A 取得にはこのサイドの取得が欠かせないので、こんな感じで味方が来てくれれば A 取得はほぼ 100% 取れると思います。結構これ忙しめになるので、味方と一緒に入れるなら味方と一緒にいましょう。正直自分は普段 A が取れるまで A に行き続けてるんですけど、今回は B の解説をしたいので B に向かっていきたいと思います。B も大体似たような感じで、このフェンスの奥側から B に向かっていく敵を倒していく感じなんですよね。ただもちろん持ってる敵がいるので、それに注意しながら戦っていきましょう。B 取得の時はですね、この左側を押さえてあげるのがベストかなと思います。で、ファーストセクターが取れた後はですね、この左側上がっていきましょう。この目の前にある電柱の周りに敵が大体固まってるので、それを勝っていくイメージですね。で、この手前だったり、この左上だったりに敵が大体固まってることが多いので、車線に注意しながらこの岩に張り付いて最初は狙っていきましょう。で、見つからなそうだったらこの岩前まで出ちゃうのをおすすめします。味方の上がり具合に任せてですね、一緒に上がれるなら上がっていきましょう。A 取得のその速度感ですね、それ非常に大事なので、味方と一緒にさっさと取っていきましょう。A 取得が終わった後は B に行きましょうね。その B に行くときはだいたいこの左側に回っていきます。で、左側に行くときはだいたいこの列車の上かこの左奥から顔を出してくる敵がいるので、車線に気をつけながら、もし難しそうだったらここから顔を出して先に倒してから前に向かいましょう。ここの目の前に張り付いてる敵もたまにいるので、そこの警戒も怠らずに前に進んでいきましょう。で、B サイトの中を見るのもありなんですけど、この列車の先から奥にピークして、この奥からロケットだったりを構えてる敵を狙っていくのも自分は好きなムーブですね。正直この中を見ると物が多すぎて敵が見えないことが多いので、自分は好んでこっちを見ることをよくやっていますね。はい、そんなこんなんしてたら B が取れました。B が取れた後はもうこの左奥の崖を最初上がっていきますね、自分は。セクターが開いたらこの奥走っていきましょう。で、もうすでに見えてるんですけど、その A サイトの横に出ている敵を大体撃ち殺せるので、その人たちを撃ち殺すイメージで動いていきましょう。
で、ここまで上がれそうだったら、この奥から湧いてくる敵狙ってみるのもありですね。結構偏差難しいので、その横に大体出てくるスナイパーとかに気をつけながら戦っていきましょう。はい、セクター3が取れた後の動きも一緒です。左行きましょう。はい。正直、右行くといつもなんか物が多かったりして、自分あんまり好んでいかないんですよね。ただ最終セクターは右に行くパターンもあるんで、それも後で解説できたらしようと思います。はい。セクターが取れた後は、この正面突っ切っていって、もう、この奥のくぼみまで向かっていきましょう。はい、このくぼみを進んだ先にですね、このちょっとした丘があるので、この丘から A に向かっていく敵をできる限り倒していきましょう。で、奥から戦車が来ることが多いので、それに気をつけながらも行動していくことを意識しましょう。はい、A が取れた後はですね、まあ、2択ぐらいあって、この正面のこの住宅街突っ込んでいくか、それを避けて、その大外右まで走って向かっていくかですね。自分が普段立ち回りで意識してるのは敵の横を取るってことなんですよね。だから必然と、その、マップの端っこぐらいを走ることが多くて、大体解説してると、大体いつもそんな感じの動きをしてるかなと思います。はい、この階段上がっていくと、この先に敵が見えてくるので、ここにいる敵を狙っていきましょう。はい、以上がゴルムドの攻めの解説でした。ゴルムドの守りのを解説していきたいと思います。まず向かっていくのは、この A の左側ですね。大体ここ、車両で上がってくる敵が多いんで、それに気をつけながら、このポジションをどう保持するか考えながらプレイしていきましょう。こんな感じですね。結構な数の車両来るんですよね、ここ最初。なんで、かなり難しくはなってくると思います。ゴルムドの守りは、車両の動きと敵の動きに合わせて動くのがメインになってくるかなと思います。ただ、対して動きを変えることはできないので、基本、こんな感じで、しつこく左側を狙っていく感じになると思います。今回敵の車両が結構浅めにいるので、うまいこと敵の横をたくさん取れるようなことはないかもしれません。こんな感じでうまくタイミングが取れたらたくさん横からキルが取れるので、頻繁にこの横に上がっていくことを目指していきましょう。ただもちろんさっきも言ったように敵が狙ってくるので、このポジションをいかにこのポジションを守るかっていうのが肝になってくるかなと思います。A防衛は結構段階的に守りやすいので、この一番手前の岩裏に入ったりですね、すいません、コンクリート裏ですね、入ったりして車線を組み直しやすいので、結構 A 防衛の方が自分は好きですね。で、B の防衛はですね、これもまた似たような感じなんですけど、建物の上に行くのもありで、ただ自分が行っているのは、この右奥走っていって、その B に入っていくサイト、B のサイトに入っていく敵を横から撃っていくイメージですね。この壁裏に入って、この壁を使って車線を組んでいくのは非常に好きですね、自分は。ただ邪魔なんで、これは外していきましょう。ただ、もちろん敵はここから上がれるんで、気をつけながら立ち回っていきましょう。はい、違う試合なんですけど、守りの第2セクターの解説していきたいと思います。
守りはですね、いつも自分が言ってるのはこの左側ですね。で、左側のこの、いわゆる草が生い茂ってる場所あたりですね。から、A から向かってくる敵を最初狙っていってですね。で、それが終わったら、ここの手前に来る敵を狙いますね。はい、右側の立ち回りはですね、車両に気をつけながら、この手前側だったりをですね、警戒して横から刺していくイメージですね。これは左側と変わらないです。ただ唯一変わるのは遮蔽が結構だだっ広くてないので、こういうちょっとした岩をうまく使いながら戦っていきましょう。ただこっち側は車両がよく来るので、来た場合は隠れるか逃げるかの2択ですね。さっきも言った通り、このマップはかなり流動的で、基本タンクの動きに合わせて行動していくイメージですね。タンクがその反対側右側を取るようだったら左に逃げて、左にタンクが来るようだったら右に逃げるみたいな、そんなイメージですね。この岩回りはかなり自分お気に入りで、戦車とかが来ない限り高確率で守りきれるので、しっかり守っていきましょう。はい、エリが取られて敵の前線が高くなってきたら、この線路の横に向かっていきましょう。ここの奥まで車両が来ることは少ないのですが、近場に車両は来るので、その車線に気をつけながら戦っていきましょう。第3セクターは昨日この右側に張り付いて敵を横からつつくイメージですよね。ただもちろん右下から敵上がってくるんで、それに気をつけながら戦っていきましょう。で、もう一個行くとしたらこのサイト左側ですね。ただサイト左側は手前まで詰められてるとなかなか顔出しづらいんですけど、この手前まで上がってくる敵が見えたりするので、自分はたまに使っている場所ですね。はい、では最終セクターの解説ですね。最終セクターは大体自分はここのくぼみ先からちょっとずつ後退していくような立ち回りをいつもしています。だいたいここら辺からさっきの後ろの丘上ぐらいからいつも戦っています。はい、B の守りはですね、正直交戦距離が近いので、味方と一緒に上がりながらサイトの中に車線を通せるような場所から車線を通して敵をなるだけキルしていきましょう。正直最終セクターは建物が多すぎていい車線が作りづらいので、ここまで来たら結構諦めモードですね、自分はいつも。はい、以上がゴルムドの解説でした。普段は日本の昼時間ぐらいに配信しているので、よかったらぜひ来てください。これからもこのような動画を作り続けるので、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いします。ご視聴どうもありがとうございました。